こんにちは。今日のテーマは、皆さんの電気代やガソリン代を気づかないうちにじわじわと引き上げている見えない危機。この根本原因からどうやって家族の資産を守っていくのか、具体的な方法を掘り下げていきたいと思います。早速本題に入りましょいやー、毎月のように電気代の明細を見て、また上がってるって思ったり、ガソリンスタンドで給油するたびに、この値上がり、一体いつまで続くんだって感じたりしてませんか？請求書が来るたびに家計がギュンと圧迫されていく感じ。今日はその値上がりの本当の原因、根本にあるものを皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。この数字、何だと思いますか？これ、今、ペルシャ湾の入り口にあるホルムズ海峡で完全に立ち往生しちゃってる船の数なんです。600隻以上。しかもそのうちの325隻が、石油とか液化天然ガス、つまり LNG を運んでるタンカーなんですね。そしてこの数字10日、これはですね、今海の上で止まっている船に積まれているエネルギーが日本の石油と LNG の供給量に換算すると何日分になるかっていう数字です。つまり日本のエネルギー供給の実に10日分が今この瞬間ペルシャ湾で完全にストップしているということなんです。さて、ここからが今日の核心です。2026年の4月8日に停戦合意が発表されましたよね。これを聞いて多くの人が、ああ、よかった、これでやっと解決するんだってそう思ったはずです。でも実は現場の状況は全くの逆、むしろより複雑になっているんです。停戦したんだから船は動き出すだろう。これで問題は解決してエネルギー価格も安定するはずだ。そう期待されていました。でも現実は全く違います。船は一隻も動けないままで滞留は続いている。そして水面下ではリスクが静かにでも着実に増大しているんです。一体なぜこんなことが起きているんでしょうか？理由は大きく2つあります。まず1つ目が戦争リスク保険の問題です。保険会社がこの海域は危険すぎるから保険の適用外ですよっていう姿勢を崩してないんですね。となると船会社からすれば万が一何かあった時に保険が出ない、そんな危険な賭けはできるわけがないんです。そして2つ目がイラン軍の指令。海峡を通過するにはイラン軍に事前に連絡しなきゃいけないっていうルールが停戦した今も残ったまま、これが政治的そして事務的なボトルネックになっているわけです。だから停戦はしたけど動きたくても動けない、これが今のリアルな現場の状況なんです。この状況、実は歴史にそっくりな前例があるんです。少しだけ時計の針を戻してみましょう。1973年の第一次オイルショックです。今私たちの目の前で起きていることは、この時の歴史からの警告と驚くほど似通っているんです。このタイムラインを見てください。危機がいかに早く私たちの経済に影響を与えるかがよくわかります。1973年の10月に第4次中東戦争が始まると、OPEC はすぐに石油の輸出を制限しました。そのたった数ヶ月後には日本の石油価格はなんと4倍にまで跳ね上がって、日本経済は戦後初めてのマイナス成長に転落したんです。遠い国の地政学的な出来事が本当にあっという間に私たちの生活を直撃したわけですね。そしてここから得られる最も重要な教訓がこれです。当時中東で何が起きようと自分たちの生活には関係ないよ、そう思っていた家庭ほど気づいた時にはもう手遅れで、家計に最も大きな打撃を受けてしまったんです。この歴史の教訓を私たちは本当に真剣に受け止める必要があります。ではここからはその遠い海峡で起きている出来事がどういう流れで皆さんの手元に届く毎月の請求書につながっていくのか、その流れをもっと具体的にたどっていきましょう。さて、このスライドが示しているのはホルムズ海峡がいかに重要かということです。世界の石油輸送のおよそ 17%、 LNG 輸送のおよそ 20% がこのたった一つの狭い海峡に集中している、まさに世界経済の喉元を握っているような場所なんです。そして日本が使っている LNG の大部分がここを通ってやってくる。つまり日本はこの影響を世界で最も受けやすい国の一つだということなんですね。皆さんの家計を静かにでも確実に食んでいくものに今日名前をつけましょう。それがエネルギー依存のリスクです。これは世界のエネルギー供給網がちょっと混乱するだけで、家庭の電気代やガソリン代といった生活に絶対必要なコストが予測不能なほど急騰してしまう、その脆弱性のことです。
目には見えませんが、このリスクは確実にあなたの家計に届いているんです。じゃあ、そのメカニズムを見ていきましょうか。まず、ホルムズ海峡の対流が世界的なエネルギー不足を引き起こしますよね。ブルームバーグの試算によると、これによって世界の LNG コストは1日あたりなんと18億ドル、日本円にするとおよそ2700億円も膨れ上がる可能性があると。で、企業もそのコスト増をとてもじゃないけど吸収しきれない。だから利益を守るために価格に転嫁するわけです。そして最終的にその上乗せされた分が皆さんの光熱費の請求書にずしりと乗っかってくる。これが世界の出来事があなたの家計に届くまでの全貌です。では、このどうしようもないリスクに対して私たちはどう備えればいいんでしょうか。こういう状況をうまく乗り切っている人たちが注目している選択肢、それが現物資産という考え方です。これは地政学的なリスクに対する歴史的に証明された防御策でもあるんです。地政学的なリスクが高まったり、それに伴って通貨の価値が不安定になったり、そういう時に逆に価値が上がる傾向はある資産。その代表格が金、つまりゴールドなんです。なぜか。それは金が国や企業が発行する通貨や株式と違って、そのもの自体に価値があるからです。だから、インフレや金融不安に強い安全資産とみなされる。地政学リスクが高まると金の価格も上がる。これはもう何百年も前から歴史が証明してきた、いわば金融の盾なんですね。そしてこのスライドがその歴史的な証拠です。1973年のオイルショックの後、見てください。株価指数が不安定に乱高下したのに対して、金の価格は大幅に上昇しているのがわかりますよね。エネルギー危機と現物資産の価値っていうのは歴史の中で何度も連動してきたんです。これこそが資産を守るための知恵なんですね。さて、ここまでの話でリスクの正体と歴史的な教訓、そして対策の方向性は分かりました。つまり知る段階はもう終わりです。ここからは行動する段階。今日から今すぐにでも始められる具体的な3つのステップをお話しします。まず1つ目、マリントラフィックみたいな船の動きをリアルタイムで追えるサイトを使ってペルシャ湾の状況をぜひ一度ご自身の目で見てください。事実を直接見るだけでニュースの受け止め方がガラッと変わります。2つ目、小さな備えを始めること。例えば月々3000円とか5000円とか、本当に少額から始められるゴールドの積み立てみたいな選択肢があります。最初の一歩は無料の資料請求をするとか、口座を開設してみる、それだけでもいいんです。そして3つ目、海外の一時情報に触れる習慣をつけること。日本のニュースはどうしても翻訳されたり解説されたりするのに時間差が生まれます。ロイターやブルームブラグといった情報源に直接アクセスすることで、この情報格差を埋めることがものすごく重要です。とはいえ、でも投資ってリスクがあるんでしょとか、失敗したらどうしようっていう不安な声も聞こえてきそうです。その気持ち本当によくわかります。でもちょっとこう考えてみてほしいんです。何もしないことのコストを計算したことはありますか？もしこれから電気代が毎月1万5000円上がったら5年間でいくらになるか。答えは90万円です。これは何もしなかったことによる紛れもない損失ですよね。つまり何もしないという選択も実は大きなリスクを背負っているんです。現物のゴールドっていうのは株式とは全く性質が違って、こういう地政学リスクが高まる局面でこそ資産を守るための資産として150年以上も機能してきた歴史があるんです。そして今日行動すべき最後の理由がこれです。過去の歴史パターンから予測すると、この停戦したのに動けないっていう状態が長期化する可能性が最も高いんです。例えば1984年から始まった単価戦争は4年間も続きました。今回も数ヶ月あるいは数年という単位でこの混乱が続く可能性がある。だからこそ今行動することに大きな意味があるんです。では今日の要点を整理しましょう。ホルムズ海峡で600隻以上の船が足止めされています。その本当の理由は停戦したことではなく、保険と軍の官僚主義です。これは日本のエネルギー供給10日分に相当し、1973年のオイルショックの構造と酷似しています。しかし私たちには金のような現物資産という歴史が証明した防御策があり、そして今日からでも本当に小さな一歩を踏み出すことができるんです。最後に一つだけ。1973年、あの危機の真っ只中で世の中には2種類の人たちがいました。
自分には関係ない、そう思っていた人たちと、いや、これは関係ある、備えようと実際に行動した人たちです。今日ここまで見てくださったあなたは、間違いなく後者を選んだんです。その選択は、あなた自身を守るだけでなく、あなたの大切な家族を守るための最も賢めな選択なのです。